こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、残り4種類の建築が終わればネザー1ということで、どうネザーを攻略すべきか、プレイ前に時間をかけて思案を巡らしました。そしてプレイを始めたということは、もう準備は万全ということね。いえ、どう考えても行き詰まったので、もう諦めてネザーは出たとこ勝負にすることにしました。さて前回は、139層までの建築材をクラフトし、建築ターンの最中まで進めました。どうでもいいけど2行目がただの感想、3行目は、何よこれ。実はラバたちはやはり寂しがっていて、脱走していたんです。しかしその時、拠点にはとある移っては都合が悪いものがまだ設置されていたので、やむなくカットしたという次第です。それは仕方がないわね。さて、これは想定外でした。呪いの影の成長がついに止まったようです。うまく育てられなかったわね。呪いの影の正体は密かに、ピラミッド内側に設置した万単位の松明で、光源処理が追いつかなかったのかと思っていたのですが、今成長が止まったということは別要因、あるいは複合要因、考え直す必要がありそうです。つまり、セーブデータの傷だとは考えたくないのね。さて、136層目はスライムブロックです。このブロックには思い入れがあって、いずれ色々遊んでみたいですが、この企画ではただの建築材の一つです。あれだけ落下死してもまだ懲りないのね。そこまでしても私の興味をかき立てる何かが、スライムブロックにはあるんです。それにしても、建築材として積む音だけでも楽しめるのがすごいです。一種類の音ではないのね。あ、しもた。このパターンのミスはこれで2回目ね。で、回収するにはシルクタッチ？いや多分素手でいける。うおー、雲が透けて見えるのはちょっと意外です。なんだあっさり回収できたわね。スライムブロックですから。さて日が暮れてきたので TNT の上で寝ようとしたら、ベッドが置けませんでした。せっかく安心安全アピールしようと思ったのに。そんなところで寝たら爆発する夢しか見ないわよ。いい夢じゃないですか。安全にスリルを味わえるところが。さて、スライムブロックを積み終わったところですが、せっかく雲が透けて見えるので、やはり跳ねてみたくなります。まあ基本よね。足りない。もう一回です。よしこれで、次の鉄鉱石を積む準備が整いました。跳ねるの建築準備だったの？さて、ネザーの準備で悩みそうな時間を考えると、鉄鉱石と石炭ブロックが高速積み込みできるのはありがたいです。その次の粘着ピストンは、何気に松明やスライド積み込みで時間がかかるんですよね。で、何タラタラ積んでいるのよ。一応これでも高速積み込みしています。まさかスライムブロックでも、ソウルサンドと同じく足を取られるとは思いませんでした。つまり、足元がネチャネチャしているのね。で、クゴーウスゴークーツーミーコーミーを続けていると、どうも足元からの音が気になります。どう聞いてもぴょんぴょん跳ねてるし、絶対足元のスライム生きてます。つまり、生きたままブロックに閉じ込められたスライムを、踏みしめて喜ぶ趣味がテリーにあるってことね。ちなみに8倍速でもこの速さでした。というわけで、この建築ターンはあと一つです。残った最後の粘着ピストンは、やはり透過ブロックなので下に松明を設置します。で、ご指摘いただいたのですが、やはりピストンと粘着ピストンは、葉っぱと同じく直射日光が下まで届かないように思います。まあ確か日光の明るさが15、モブが湧くのが8なので、この建築ターンまでは村は大丈夫だと思いますが。つまり、次の建築ターンあたりまでに、どの方法で湧き潰しするか決めないといけないのね。ゾンビスポナーでの湧き潰しを試せる価値があるのは、この企画が最後かもしれないんですよね。さて、これでピラミッドの内側の、総数17100個の松明の設置が終わりました。
これまで5段ごとに松明設置してきましたが、ここから先は5種類の光源ブロックでピラミッドの表面を湧き潰すことになります。そういえば、ついにビーコンの文字が見えてきたわね。粘着ピストンまで積み終われば、残った建築材はわずか25種類です。そして3分後、工事進捗が 97.7% に達しました。この残った内側に、2500個ジャストの建築材を積み込めば、この企画は完遂することになります。キリがいい数字が残っているのね。さて、地図を飾り終わったら、頭を切り替えないとなりません。もうネザー先延ばしはできないわね。持参アイテムの選別や、世界をまたいでの地図の不具合、ネザー水晶集め、今度こそネザーウォートが生成されているネザー要塞の発見と、頭が痛い問題が多いです。さらに、村の湧き潰しの作業に備え、松明の材料を量産しなければなりません。つまり、これが先延ばしではないとアピールしているのね。それで植林場を有言実行で左遷したのですが、直後に骨粉が使えそうだと気づいてしまいまして、試してみたらやはり成長させられたので、左遷の意味がなくなり、有言実行を撤回することにいたしました。申し訳ありません。つまり、左遷ということね。さて次は、これはネザーの準備というより、ネザーで死んだ時の準備です。一応武器防具道具の予備をそれぞれそれなりに確保していますが、エンチャントが今一つのものが多いです。死んだ後では54まで溜まった経験値が使えませんから、微妙にピンチになりかねません。つまり、自分が死んだ後のことをきちんと考えているのね。いえ、きちんと考えてないので、まだ誰にもこのノートパソコンのデータ消去を頼んでいないです。とりあえず備えておきたいのは、シルクタッチのツルハシと水中系エンチャントです。まずは水中呼吸を確保して、ついで水中歩行を確保しました。さらにシルクタッチを1本作って、予定通りに水中採掘までは予備ができました。そして35まで経験値が減ったところで、ドロップ増加3の予備がないことに気づきました。いつものやっちゃったパターンね。いえ、ほんの低レベルエンチャントでテーブルを回したら、あと6回チャンスがあります。で、ラストチャンスでは無難に虫特攻が出てきました。非属性よりはデメリットが少ないわね。さて、それから20分ほど、どれにしようかなとか伐採しようとかで費やして、ようやくネザー駅の準備が整いました。なお、次の建築ターンでは145層までを予定しています。ネザー尽くしね。まあほぼネザー水晶が材料で、机上計算してみたら、ネザー水晶鉱石を1500個ほど、つまり約20スタック集めなければなりまおう。今なんか持ってたなんか持ってかれた？丸石は持てないはずなので、砂利？それにしても、まさか2回目の遭遇があるとは思いませんでした。うるさい音してるけど、どこで目があったのかしらね。さて、プレイ前に思いつき、試さないとわからなかったことが2つあります。1つは、地図をネザーに置きっぱなしにすれば、地図の現在位置表示の異常を防げる可能性。もう一つは、地図の複製を作れば地図の異常が解除される可能性です。二つ目はダメだったわね。この時点で時間的にも、地図の再利用的にもゲーム中断しても構わなかったのですが、新しい地図を作って続行しました。ただ、キリが良いので今回はここまでとなります。さて、最後に一つお知らせがあります。ニコ動では、私の動画シリーズはこれまでゲームカテゴリーに入れていましたが、次回からは実況プレイ動画カテゴリーに移動することにしました。ランキングなどで動画を探されている方はご注意ください。今まで新設カテゴリーに気づいてなかったの？その告知を見ていた可能性はありますが、スランプで投稿を2ヶ月ほど休む直前だったようで、最近ご指摘いただいて気づいた次第です。
あと、今回は投稿時間帯が特に遅れてすみません。打とうとしてたらマジ寝してました。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。